ウォーロボッツフランベチャンネルへようこそ。いやーねー、ようやくレックスを手に入れたんだがね。で、ボットレベルはマーク2レベル4、ここまで上げたのだが、どうにもイメージと違うんだね。なんというかほら、フランベって無意味にとつるでしょ。なんで敵の集団に飛び込んでバッチバチに集中砲火浴びせられるからね。まあそんな特殊なとこだからかもしれないが、いやーそれでもだね。もう少し耐えられてもいいんじゃないかと思うのだが、そうそう、敵のレックスだって決して耐えられてる感じじゃないからやはりだろう。で見ての通りパイロットスキルもそこそこ。モジュールでも一応永続効果は全て機能している状態です。で今の状態では耐久値は20万、ドット低減効果は 40% となっている。決して高くはないが低くもない。トータル的には 80% 以上のパフォーマンスと言っていいだろう。とはいえそれでもねって感じだ。まあこれからアップグレード進めたとしてもレベル12で耐久値23万8000だからね。劇的な改善とはなりそうでないし。でドローンについては標準仕様のブルレベルマキシマムで、ここでの特徴としてはドット軽減 30% だろう。まあかなりこれって防御できる数値じゃないかい。まあそれであってもだ、かなり耐えてるってことにはならない。なぜだろう。いやーフランベちゃん、それはね君の実力が低いからだよって。そうかそうか、納得ではまたご機嫌よい。やーそれもあるが、まあそれでも一度気になるとこを確認してみましょう。まずはパッシブアビリティだが、常時ドットダメージを軽減してくれる。マーク2では 40% だね。次にアクティブアビリティだが、これが一番の肝となる。このアビリティ有効時間においてのみドット変換する。これはオチョと同じで、さらに内蔵武器によってボットのドットダメージをブーストに変換し、ドットダメージを除去してくれる。ここが特に要注意だろう。ではここでオチョと比較してみよう。オチョのマーク2レベル1での耐久値は26万3000、つまりオチョの 75% 程度だ。とはいえドットダメージ軽減は10ポイント、防御率は高い。でさらに大きな違い、そうパイロットスキルだね。セブンの友人ファミマかな、ローソンかな、まあいいや。アビリティ終了時に 15% 回復させ、さらに発動中ではよダメの 10% が回復される。まあこのパイロットスキルはかなり効くよね。今のところレックスにはこのスキルがないってことだね。それじゃアビリティ発動と内蔵武器の連携ってどんな感じだろうね。そうか、ここはフランベが勘違いしてたとこだね。つまりアビリティゲージの外周の動きを見ると、一番下に到達したところで内蔵武器は打ち切っており、これと時同じくドット変換もなくなっている。なるほど、これはアビリティ発動は常にゲージが一番下まで到達した以降はドット変換は続くが、ドット消去はしないんだね。それじゃ実際にバトルでの耐久値ゲージを見てみると、ドット除去が終わると一気にドットが積み上がり、耐久値が減っているようだ。そうしてアビリティ発動のタイミングを誤ると、そうこんな感じでさらに耐久値が削られきるとなる。まあこういうことか。ではドット変換しない状態での耐久値ゲージを見てみよう。これはモジュール2つによる回復と耐久値の拡大積み上げがあるんで、ゲージは減っても耐久値そのものは上昇するってとこだね。さらにグレーダメージとなるとどうだろう。これは当然グレーダメージ回復はできないことで、一気に耐久値を削られるよね。今回の確認はここまでとします。もう少し確認できたことあれば今後の動画でご報告。で結論だが、これだけ耐久値が高くはない状況なので、やはりこの2つのモジュールは最大まで上げておかなければならないと思える。そうしてハードなバトルとなると、内蔵武器とともにドット除去、これがマストとなるだろう。つまり連続したドット除去が有効。まあこれはレックスの基本的なコントロールかもしれないね。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。